ージオブワンダーズ4。今回はファンタジー 4X ストラテジーの金字塔。ワクワクが止まらない、絶対時間泥棒なやつだ。それでは多種多様な種族はびこるファンタジー世界に、レーっちゃごー。まずは領土選択。領土っていうか世界の地形選択って感じか。カスタムで色々好きなように作れるみたいだけどぶっちゃけ初見なのでさっぱりわからん。最初は公式のマップ設定で、どんな感じか試すのが無難かな？じゃ適当に一番上のやつで。さて難易度はどうしましょ。イージー、簡単に試練を克服できる寛容な体験がしたいです。ノーマル、ストラテジーゲームは熟知しています任せてください。ハード、ストラテジーゲームの経験が豊富なベテランです。ストラテジーゲームは熟知しています。任せてください。いやお前前作18分しかプレイしてねえだろ。なんとかなるよ、多分。適当だな。お次は種族選択。お、なかなか種族豊富だな。種族ごとに色々得て増えてとかあるっぽいけど、この辺も初見じゃさっぱりだね。もう好きな見た目で選ぶとかでいいんじゃね？あらりりしいにゃんこ。醸し出す良きファンタジー感。おっさんにエルフにゴブリンやオークとかほんと色々あるね。ああ選んでるだけで時間かかりそうだ。こりゃファンタジー好きにはたまらんです。だな。で結局どんな特性が強いかもわからないし、適当に新しい種族を作成やってみましょ。基本となる種族の形態は猫族。ここからはセリフの字が邪魔で画面下が見にくいから字幕をオフ。字幕必要な方はメニューの字幕をオンにしてください。身体的特性は高速回復。ワールドマップのターン前に HP5 回復。なんとなく強そうなので採用。精神的特性は巧みな回避。猫だから。ゲームプレイに重要そうなのも適当だな。お次は起源となる文化の選択。横に出てる魔法アフィニティとやらで成長に影響出るみたいだな。それ以外にも別にボーナスつくみたい。封建社会は食料生産強いっぽいからこれにしましょ。世はにゃんこが報じられるにゃんこ封建時代。今度は社会特性だって。これも魔法アフィニティとやらに影響出るやつっぽいぞ。これは禅の信奉者と帝国主義者を選択。理由は聖なるものを崇めるにゃんこ帝国ってなんか良くない？って感じ。超適当だな。今度は魔導書の選択だって。これもアフィニティに影響するな。情報量が多すぎて覚えられん。やりながら覚えろ。魔導書は9種類かな？この中から最初の1冊を選べ、自分の種族に合った最適の1冊を見つけるのだ。覚えられる魔法も魅力的なのばかりで目移りしちゃう。で結局選んだのは魔力の学術書。呪文強化の盾とかでユニットをカッチカチにしてやるぞー。魔導書で殴る的な脳筋物理特化にゃんこが誕生。正直アフィニティを重複させて特化するか、ばらけてまんべんなく取ればいいか全然わからん。まあ初プレイだし最悪滅亡遠藤さんだな。それは嫌。にゃんこたちの起源となる支配者の選択。この世界ライトサイドとダークサイドみたいなのがあるらしいので多分それの選択かな？見た目からするとチャンピオンがライトサイドで、魔法使いの王がダークサイドかな？ネクロマンサーとかもいる世界だから、ダークサイドでオーバーロードプレイも楽しそう。まあ今回は聖なるにゃんこ帝国っぽい感じの文明で作っちゃったし、チャンピオン選んどきましょ。お、にゃんこ登場。種族の旗や見た目なんかのカスタム画面でございます。味方ユニットの鎧の色なんかも変更可能。皆鎧を赤く染めよ。猫備えだー。武田の赤備えのつもりなのかもしれんが、猫備えじゃ干物とかの保存食用意してそうな感じに聞こえちまうな。にゃっこいいリーダーが完成。夜中にすれ違ったら悲鳴上げるレベルのいかついにゃんこ軍団が爆誕。リーダーの名前と種族名のカスタム、本当は性別を男性にして名前はヒロシにしたかったけど、性別の変更方法がわからなかったので適当にレイニャンで、早くプレイしたくてどんどん適当さがレベルアップしてるな。種族名のゴロゴロいう貴族はデフォルトだけど、秀逸だったのでこのまま採用。手抜き。これより面白い種族名考えろって言われてもパッとは出てこないよ。大喜利か。ではこれにて種族設定は完了。いざファンタジーの世界にいい。こうしてにゃんこ物語が始まる。さあ世界に覇を唱えるにゃんこ帝国の幕開けだー。適当に作ったこの国がどこまでいけるか楽しみだぜ。あ、初期魔法とやらが出てきた。味方を強化する魔法とゴーレム召喚の魔法か。かなり迷ったけどゴーレムの魔法にしましょ。ってあれ？あ、両方もらえるやつでした。おい。悩みに悩んだ時間を返して。そんで右上の方にアドバイスが出てきたので、とりあえずこれに従って進めてきます。しっかりとしたチュートリアル、これなら初回プレイでもそこそこ戦えそうだ。この手のゲームは日本語対応してるだけでもほんとありがたいよ。だな。アドバイスに従い都市の管理。
近づいてみると結構しっかりした建物だな。建物建ててこの手の資源の生産量を上げてく感じかな？ストラテジーゲームの基本だな。横のハンマーをクリックすると建物リストが表示。とりあえず生産力アップのワークショップを建てて、その次に食料の保管庫、おまけで行商人も予約。複数予約できるの便利でいいな。お次はアドバイスさんが石膏を雇用せよとのことなので石膏の雇用を開始。ユニットは毎ターン維持費がかかるので石膏いらない気も。偵察兵の作成は3ターン、作成に50ゴールド、維持費は6ゴールドです。判断が難しいな。ユニットにはグレードなんかもあって、こいつらは初期のティア1なので性能も微妙そう。まあ使えないユニットだったらアドバイスさんにクレームで。人のせいにすな。都市名が変更できたので首都名はオニャンコポンで。なんだよオニャンコポンって。オニャンコポンは西アフリカのアシャンティ人に伝わる天空神。最近では競馬の競走馬の名前にもなってたよ。ゴロゴロいう貴族の住まう我らの首都はオニャンコポン。帝国主義の初期ボーナスのおかげか早速都市が拡張できる模様。早速領地拡大だぜ。ピンを選んでこの中から選べってことかな？この領域は鉱脈がゴールド10が基本で、追加の改善で食料生産ゴールドがプラス5できるみたいだな。資源があるところなるべく狙えばいいんかな？適当に鉄鋼商で生産10、ピンは農場を選び食料ゴッド。初期は食料を取るか生産を取るか好みが分かれそうだな。まあ施設は最悪立て直しできるみたいだし適当で。いや入れ替え3ターンかかるみたいだしちゃんと選べよ。いいよ。さあ我が精鋭たちよ、南方面を探索だー。やっと冒険が始まる。なお、情報量多すぎてすでにいっぱいいっぱいです。だろうよ。そして移動したらアドバイスさんから軍機のお知らせ。塔のマークが自由都市で、ドクロが略奪者、ドクロの赤いのは艦船に属するだってよ。艦船ってのがよくわからないけど見つけたら動向に注意しましょ。だな。初期ユニットでもう一人密偵がいたので、こいつは東方面を探索。早めにライバル部族の本拠地とか見つけたいぜ。日々の研究の選択、これは最初に選んだ文化や魔術書で選べるスキルが変わるみたい。まずは魔法ユニットの物理遠隔攻撃の範囲が1アップの、探求者の矢の研究を開始。密偵が古代遺産を発見しました。ヒーローが率いる一部隊だけ調査できるみたいだぞ。難易度は一番楽かな？まあヒーローが強くなったら連れてきましょ。楽しみだな。その頃南ではレイニャンが小さな檻に囚われたモンスターを発見。恐怖モノフカ妖精をゲットだぜ。ニャン国も買うの巻。レイニャン部隊に空きがあるのでこちらに合流。最大で6人編成か。部隊を並べれば大規模戦闘もできるらしいよ。ですか。その次のターンでは密偵が落ちていたマナをゲット。フィールドに資源とかも落ちてたりするのな。てかマナってなんぞ？ゴーレムの召喚やその維持に使うみたい。維持費で毎ターン使うなら、マナの生産量も上げてかないと召喚銃でマナ破綻とかもあるかもな。注意しましょ。さて4ターン目に突入し再度都市の拡張。今度は牧場のあるここにしましょ。資源があるところだとプラス15で、なんもないところはプラス5か。今動画編集してて気づいたけど領地の建物建てると、施設によっては都市の建設にもブーストかかるみたい。ガチ勢はそういうのも計算してめちゃ強い文明作りそうだな。何やら緑の王冠っぽいアイコンのポイントを使えば、人口の誘致で領地広げられるみたい。定見ポイントっていうみたいだぜ。じゃポイント余ってるし45使って領地拡張。スタートダッシュに使えそうだな。まあ押せるボタンがあったから押しただけだけどね。おい。アドバイスさんに作れと言われた密偵が完成。南東を探索させたらよその文明を発見。タワーのアイコンが出てるから、あれは自由都市ってやつっぽいぜ。次のターン中立的なエロケンと出会う。エロケンじゃねえエケロンだ。出会い頭に失礼極まりねえな。よろしい早速エケロンを視察させていただこう。多勢力とは囁きの石を使わないと交渉できないので早速使って交渉を始めてみましょ。今囁き石は初期に持ってた1個しか在庫ないから、慎重に使えよ。いよ。交渉を早々に終わらせたいので定見ポイントも使ってブーストもかけましょ。さっき人口誘致に使った定見ポイントは、こういう時にも使うのな。人口誘致無駄遣いだった？後の祭り。新しい帝国発展スキルが利用可能です。これ最初に選んだアフィニティの値が増えると解放されるやつっぽい。定見を使い即時パッシブボーナスが発動します。こりゃ定見は無駄遣いしちゃダメなやつだな。在庫1個しかなかった囁きの石も、これアンロックすれば追加できるみたい。平和工作アンロックすれば意味不明だった赤のドクロの艦船を破壊で、外交でプラス300とかもできるっぽいぞ。
なるほど、最初のアフィニティの選択でツリーの解放の順番も変わるから、種族作成の時大事ってことね。まあうちは適当に決めたから何が出てくるかはお楽しみだな。探求者の矢の研究が完了。物理遠隔攻撃飛距離アップ。味方ユニットが HP1 で生き残る現状維持のステディってのが強そうだな。うちゃやられる前にやるんだよ。近くの場所に隣接した時にダメージを増加させる団結を付与できる、騎士道の印象を研究だー。脳筋にゃんこ。エケロン公爵夫人が知識共有してくれってお願い来たぞ。どうでしょう、我が女帝。あなたの知識の宝庫に触れてもよろしいですか？研究が2ターン遅れちゃうけど忠誠が上がるみたい。真ん中の選択肢なら忠誠じゃなくて金で支払えとかもできるぜ。一番下のは忠誠現象だな。エケロンは初めてのお友達だし素直に知識上げて忠誠を上げましょ。エケロン、ずっともになろうな。イベントで優しくしてあげた結果、エケロンとの外交状態が協力協定になりました。よかったな。そんでなんとなくクエストを開いたら勝利条件が出てきた。そういやこの世界の勝利条件は？一つ目は軍事勝利。どうやらライバルがあと2人いるのでそいつら倒せば勝ち。2番目は拡張勝利。領地を99占領して、結束のビーコンを3つ立てて、15ターン防衛に成功すれば勝ち。3番目は魔法勝利。学術書語を選択した際にアンロックされる建物を建設して、15ターン防衛で勝ち。スコア勝利は150ターン経過のスコアで勝利を決めるみたい。じゃ最長で150ターンで終了っぽいな。今動画編集しててターン制限あるの気づいたよ。一番大事なの読み飛ばしてんじゃねえよ。てへへ。おにゃんこぽんの食料が減っています。初期の人口ボーナスと定見の誘致のせいかな？ただの人災。兵士ユニットを招集してない時は、招集の 25% が食料に回るとかで配慮したつもりがダメだった模様。追加で穀倉地帯建設してお茶を濁しましょ。まだまださじ加減がわからん感じだな。新しいツリーが解放されたので、確認するつもりがうっかりダブルクリックで解放。おい。意味なく採掘のスキルゲット。パニックって外交ルートもアンロック。こらこら。これはさっきの囁き石追加のやつだから、何かで役に立つかも。外交先が一つしかねえのに何してんだよ。意図かなし。あ、すでに取得済みと勘違いして基本的公開もアンロックしちゃった。もうグダグダだな。定見使って再度ブーストしたエケロンとの関係は忠誠協定に上昇。お、戦争の時は援護来てくれるみたいだしこりゃいい関係を結べてるな。南東を探索してた密偵は海っぽいものを発見。間違えて取った基本的公開のスキルが役に立つかも。そしてそのグッダグダの中艦船の役立つ勢力を発見。残しといても害にしかならなそうだしやっちまうか？よし、次のターンで合戦じゃー。5%ゴーレム、召喚。これは A 賞に1ターンかかるから、戦闘の1ターン前にやらんとダメなのな。そして10ターン目にて初戦闘。多分このゲームもっとバチバチ戦うゲームだと思うぞ。慎重に行動しただけだよ。ただのビビりだろ。んなことはどうでもいいんだよ。さあゴーレム連れて戦いだー。部隊編成は別だけどちゃんとゴーレムも参戦してるな。今回は安全な戦闘だ。さあウイジンを勝利で飾るぞー。ウイジンと言いつつ本当はミスってやり直した戦い、改正。ばらさないでよ。この世界 AI 地味に強いんだよ。戦闘は防衛側が先手となって動くので、その動きを見て戦線をどこにするか考えます。黄色い枠が移動可能範囲か。赤いのは敵の移動範囲。遠距離攻撃とかもあるから、範囲内に入らなきゃいいとか簡単な話じゃないよ。つかスキルの種類多すぎだから何が飛んでくるかマジわからんな。敵の情報は見れるから、戦う時にスキル確認するのが必須だよ。今回の敵は接近戦の雲だぜ。1ターン目の移動が終わり、こんな感じで障害物に阻まれながらも戦線を構築。さあこの距離なら攻撃が届く、攻撃開始だー。コッパーゴーレムよ、側面をつけー。ちなみに1ターンで行動できる回数は3回で、青い丸が残りの回数です。移動も行動に含まれるっぽいから注意が必要だな。100%、100勝の総兵よ、突っ込めー。あれ？さっきゴーレムは雲に反撃されてたけど槍兵は反撃されなかったぞ。それは雲が行動を1残して守備態勢になってたからだよ。ゴーレムで1回反撃しても行動残ってないから槍兵には反撃できなかったってことか。そういうこと。遠距離攻撃でも当然反撃されないし、背後から攻撃すれば大丈夫とかあるよ。この世界戦闘もめちゃくちゃ細かいところまで作り込まれてるな。考えても最前手がわからないからほんとハラハラする戦いだよ。この機種ユニットは防御強化や回復もあるので重宝しております。防御と耐性プラス3。
さあレイニャンも負けてはおれぬ。前に進み援護射撃だー。レイニャン渾身のマジックブラスト。まあ予想ダメージも13だし、大したことないんだけどね。まだレベル1だし今後に期待だぜ。さてこの黄色い雲は拾った味方の雲。この子は防御でターンエンド。敵のターン。敵のデカグも範囲攻撃持っとるやないかーい。上野にユニットが行動不能になっちまったぞ。でも一体反撃で破壊。残る敵はあと2体。みんなでフルボッコじゃー。機種の遠距離攻撃でとどめ、支援もできるこいつは優秀だな。奴はティア2のできるユニット。格上でござる。残すはデカグモだけだけど念のため回復。これで誰一人かけることなく勝ち確定だぜ。敵のターンでデカグモとうちのちびクモが対決。互いに毒の浴びせ合い。うちのクモちゃんはティア1だけど、相手がティア2だし、分が悪いね。そんでみんなで囲んでボコボコにして回復したちびクモちゃんの反撃。行動3回全部使った攻撃だからそこそこダメージ入ったな。さあデカグモにとどめだー。レイニャンやっちまえー。いけー。成敗。こうしてニャンコたちは初の勝利を手に入れた。では記念すべき初勝利をしたところで今回はここまで。スカザコ敵一部隊潰しただけだろ。まあ自動戦闘もあるから今後は省略もしてくよ。こんな感じの動画ですがよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。嬉しいです。本日エイジオブワンダーズ4の発売日5月3日が誕生日です。なんかちょうだい。おい。当チャンネルのスーパーサンクス機能、1年以上前に設置したけど誰も使ってくれてないので、小銭を投げつけてくれるときっと喜びます。うまい棒1本分でいいから誰かやってくれ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。